はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、元気に、カンコレ楽しんでいきましょう。今回の任務は前回からの引き続きになります。新しき翼、海藻航空母艦、劉邦出撃せよ、パート2をお送りしたいと思います。しっかりね、準備の方はしてきましたので、皆さん、よろしくお願いいたします。それでは最初に、作戦のまたおさらいですね。そこをしていきたいと思います。鮭さん、こんにちはです。鮭さん、こんにちはです。空母9さん、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。空母9さんもこんにちはです。よろしくお願いします。まだちょっと早いんですけど、今日は、鮭さんに関連しているものを、紹介、関連してるかな、そんなものをちょっと用意したりしておりますので、ご期待ください。はい。今回の任務ですね、機関に劉邦海に、もしくは海に母を含む随伴にしぐれ海にを編成した第一艦隊で、前回の攻略しました南西諸島海域のパシー海峡、東部オリオール海、沖ノ島海域、そして沖ノ島沖、タウイ白地沖深部へ出撃、敵艦隊を捕捉、撃滅せよという任務になっております。今日はこの2の5の沖ノ島沖と、7の2の2ですね、タウイ白地の、深部に行って勝利を1回取っていくという流れになりますけども、やっぱ2の5がなかなか攻略がしがたい海域なので、ここがうまくいくかなというところがちょっと心配なんですけども、そこができましたら、今日のね、紹介するものを出させてもらって、そして、今日の何の日コーナーですね、タウイが攻略できましたら、紹介させていただくような流れでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、今日の出演機のメンバーの紹介をしたいと思います。はい、今日の出演機メンバーですけども、サムネイルにもちょっとしてましたが、航空母艦、軽空母ですね、商法と追法、そして劉邦、この3人は、直接的には姉妹扱いにはちょっとされてなかったりするんですけども、設計上ではね、ほとんど同じという私の認識なので、3姉妹ということで今回選んでいます。作戦の内容としても一応ね3隻出せるようだったので、
一応組めるところで出していきたいと思っております。で、私の艦隊で持ってる野戦用の艦載機ですね。これが全部で9つありましたので、これを3人で3中隊ですね、分けて持たせて、そして夜間航空のね、必要な、この熟練員さんとか、航空要員さんとかね、乗せたりして、運用してみようかなというのが今回の、目的という感じになります。で、最近、解任の子も増えて、新しくなった子がいますので、その子から最上解任、そして矢作解任も今回選んでおります。駆逐艦からは、初霜、そして、しぐれは今回もね、ご指名なので、ちゃんと選んで、磯風、浜風、そして雪風というメンバーで攻略の方をしていきたいと思います。それでは最初の海域、沖ノ島沖の出演域の方に移っていきたいと思います。はい、最初の出演域メンバーはこの6名になります。龍鳳、しぐれ、矢作、浜風、磯風、そして初霜ですね。この沖ノ島沖はいつも攻略に手間取ってしまうとこなので、全員買いに相当感を出していきます。先ほど紹介しました通り、龍鳳解任には野戦ですね、できる艦載機と夜間作戦航空要員さんを乗せての出演機となります。本当にね、前回の終わり頃に、龍鳳の方は母から解任に改装が完了してこのような状態になっておりますけども、スペックが本当に高くなってますね。軽空母の中では最強なんじゃないかなというふうには思いますけども、その分ちょっと燃費の方が、正規空母に近いくらいになっちゃったというのがちょっと欠点ですので、作戦に出す時にはもう決戦という感じでね、そんな海域に投入していきたいなと思います。また対戦値も高いので護衛空母扱いという風になっているようなので、対戦相当、でもその場合だと太陽とか新陽の方がいいのかななんて思ってしまうんですけど、イベントの方もね、一応ソロモン会に行くというのはもう確定のようなので、どうなるのかな。まだちょっと情報があまり出てないので、そこら辺はまだお話は後にするとして、今日の攻略ですね。しぐれの方には、前回と同様、主砲と対空電弾を装備という感じにしてあります。矢作も、好標的ですね。先制攻撃で、龍鳳と一緒に、敵の頭数をね、少しでも減らしていきたいなという編成にしてあります。あとは、制空地を取れていると思われるので、連撃もできるかなとは思うんですけども、若干ギリギリっぽいんですけども、ここら辺はやってみないと分かりませんが、こんな感じにしております。浜風もそうですね、主砲と、降射装置
10センチの連装広角砲と、一応この、SG レーダーもね、使うと射程が伸びちゃってちょっとなっていうのもあるんですけど、ここは性能を取ってみて、採用としております。浜風ではない。磯風も浜風と同じ装備になっております。磯風もね、武軍艦ですから、連度の方がね、135っていうのは、私の艦隊の中でも一番高い部類に入ります。もっとね、活躍させてあげたいと思いますけども、まだその機会が来たら、今がその時なんですけどもね。はい、そして初霜ですね。この子も対空も対戦も、どちらも器用にこなすことができるので、ここぞという時には採用したいなというところがあります。あとはそうですね、現在装備しているこの、戦時回収の白露妖精が乗ってるね、こちらを装備することで、シナジーを得ることができるので、少しでもね、戦力アップできれば、水雷戦隊ね、強化していかないといけないと思いますので、はい。という以上6名の出撃になります。では、早速、出撃の方に入っていきましょう。あとは、そうですね、いつも任務チェックしておかないとね、忘れてたら、また行かないといけないんで、ちゃんと確認をします。はい、新しき翼、階装航空母艦、竜砲出撃せよ。前回からの引き続きになりますので 50% になっています。ここで攻略が完了すれば、80% になるでしょう。はい。では、行ってみましょう。
はい、サミダリさん、サミダリちゃん、よろしくね。矢作がね、大破、違いますね。磯風が大破しちゃいましたので、ここは撤退します。はい。無事に母校に戻ってこれました。よかった。そうですね。無事に母校に戻ってこれれば、また出撃できますので、全く問題ありません。やはりこの、沖ノ島沖というのはね、すんなりいかないですね。なので、関西機の補修を感謝いたします。また準備が整い次第出撃という感じになりますけど、今回は、事前に用意しておりますので、このまま、高速修復剤も使って再度出撃ねしていきたいと思います。今度は大丈夫かな？大丈夫だな？大丈夫です。行きましょう。空母 UFO の本当の力お見せしたいと思います。第一攻撃隊発艦。第一攻撃隊発艦。見つけたよ。やはり突撃する。これが駆逐艦の本分です。艦隊増速。撃って撃ちまくりします。私が守ります。艦載機があれば私だって。アガノ型を軽順と侮らない。残念だったね。ここは譲れない。このヤハリが艦隊で一番の。さて、意外と嬉しいものね。不思議ね。でも今日はいただいちゃったわ。如月と申します。おそばに置いてくださいね。はい、キサイさん、よろしくね。まずは最初突破できました。続けて、攻略の方に入っていきます。さあ、先ほどの事故ったところですね。やはり重巡洋艦のね、攻撃は痛いのでね、回避はなかなか、ただ致命傷にならなければ大丈夫です。それでは単獣陣行ってみましょう。第一攻撃隊発艦。UFO 攻撃隊発艦。お願いいたします。やはり突撃する。艦載機があれば私だって。
はい、さつきよろしくね。まあ季節も5月に入ってしまいましたからね。さつきの季節、頑張っていきましょう。それでは、続けて進軍をします。ここを突破できれば、ボスに行けるところですね。こんにちは。きつねぶどうさんも、こんにちはです。今日もね、よろしくお願いします。ただいま2回目の出撃で、沖ノ島沖のね、ボス、南ルート参戦ですけど、あとは索敵が足りてれば、戦えるはず。足りてますね。それでは、ボス戦となります。みんな頑張ってきてね。お相手しましょう。来なさい。矢作、突撃する。守り抜きます。今の磯風の力、なめないでもらおう。私を沈めたいなら魚雷5、6本くらい撃ち込まないと軽順と侮らないで。追撃に移行します。全艦突撃。こんな痛み、今後や死ぬのに比べたら残念だったね。次の関西機さえでも私だって負けないわ。残念だったね。アガノ型を軽順と侮らないで。これが駆逐艦の本分です。撃って撃ちまくれ。早速突入します。見つけたよ。追撃に移行します。全艦突撃。UFO 攻撃隊発艦。お願いいたします。私の艦載機が活躍したの。やったー。これが空母の UFO の力なんです。はじめまして、利根型2番艦ちくまと申します。はい、トネさん、よろしくね。やっぱりね、最後は野戦まで持ち込む展開になりましたけども、UFO の野戦攻撃、見事に決まって、勝利ということですね。よかったよかった。いやー、最初の撤退を考えるとね、もう何回かいけないかなと思ったんですけど、無事に攻略ができました。それではまず補給とね、修復の方から入っていきましょう。万全の体制で出撃したいから感謝はするわ。ひどくやられてしまいました。しばしの入居を。ありがとう。これでいけるね。ちょっとお風呂に入りますね。もう輸送艦や防空砲台じゃなくて私空母です。空母。UFO はね、実戦には一度だけ参加しただけですから、でも一回でも参加してるだけまだね、いいなと。某、正規空母たちは思ってるでしょう。はい。
では任務のね、進行状況をもう一回確認をしたいと思います。はい、新しき翼、海藻航空母艦劉邦出撃せよがね、ただいま 80% になっておりますので、あとはタウイタウイ白地沖深部へ出撃をできれば攻略ということになりますね。さて、出撃の前に、ここでね、またいつもの、今日のグッズ紹介ですね、していきたいと思いますので、ちょっと準備しますので少々お待ちください。招き猫さん、こんにちは。招き猫さん、こんにちはです、今日もよろしくお願いします。ちょうど、沖ノ島沖のね、最初の攻略が終了したところになります。ただいまグッズ紹介のね、コーナーを始めようかといったところなので、よろしくお願いします。それでは、用意の方はこれで多分大丈夫なので、じゃあ紹介をしていこうかな。はい。はい。前回もお話ししてました通り、ね、2015年の、カンムスカレンダーですね。連想法くんや連想法ちゃんがこう載ってる、ビジュアルが非常にね、印象深いこちらのカレンダー。前回は1月から6月までの紹介をさせていただきましたので、今日はその後の7月から12月、紹介をしていきたいと思います。それでは、7月。7月はですね、この子なんですね。はい。7月は、青葉型従順青葉ですね。鮭さん、ワクワク。この子に関しては、未だにね、こう、つかみどころがない子というか、キャラ付け的には、広報担当みたいなところがあるんですけど、実戦もね、武勲館ということもありまして、ちょこちょこ強化されてるんですけど、多分この子は将来的に化けるだろうなとは私的には思っています。今でも手法のね、中型手法のフィット法、2号法とかをきちんと搭載して、電炭装備をさせてあげれば、従順の中でも火力はもう全然ね、管理と引けを取らないだけの火力を出すことができます。なので、野戦でね、活躍できるときには、どちらかといえば最初の方に出していっているような感じはしますけど、イラストの方はね、多分ですけども、いろんな他のカンムスたちの、情報ではないんでしょうけども、いろんな、秘密をね、メモったものをもじってるのかななんていうふうには思います。という感じで7月は青葉になっております。そして続いて、こちらは8月になりますと、季節もね、夏ということなので、ね、熊と玉ね、年中この格好なんであれなんですけど、この季節ですとね、ちょうどこの半袖短パンは
過ごしやすいななんていうふうに思われます。で、このイラストに関してはちょっとね、クマが指さしてるのが何なのかななんて思うんですけど、多分セミなんじゃないかなっていうふうに思っています。もし詳しく知っていらっしゃる方がいましたら、コメントでいただければね、勉強になります。私はそういうふうに解釈しておりました。鎮守府内でこうなってるセミを見つけたので、といったところでしょうか。でも実際手づかみするのは結構ハードル高いですよね。昆虫によってはつかみどころを間違えると反撃をされてしまったりねするんで、ここは経験がものを言うというか、知識ないのにいきなり掴もうとすると大変なことがありますので、無難なのはやっぱ網でね、さっと僕の夏休みじゃないんですけども、虫取りかごとねセットで運用されるといいのかななんていうふうには思います。ということでの8月ですね。はい。ではどんどんいきます。次はこれは9月でいいな。はい。次は9月になります。今日出撃メンバーであります、浜風と磯風がね2人揃ってのイラストになっています。結構このイラストに関しては目にされたことが多いんじゃないかなというふうにはちょっと思ってたりもします。ちょうど磯風のところ、膝のところにはね、白猫が乗ってるんですけど、特にこの猫に関しては情報がないので、これはスルーというかね、この目線の先にあるのが、はい、多分じゃないですね。これサンマですね。皆さんですとよく知っていると思うんですけど、磯風がね、サンマの時期になるとサンマ焼くんですけど、今日のような状態になるとね、焦がしてしまうっていうね、そういった一面が見れる、それももじってのイラストなんじゃないかなと。今年のサンマはね、どうなるのかな。去年は高騰しちゃってね、祭りそのものが開けなく、それ以外の要素もあったんでしょうけど、普通に食べる機会がすごい少なかったので、今年は、豊作であると、豊作というかね、豊漁であることを祈って、こちらの9月、浜風、磯風ですね。ちょうど、夕暮れ時という感じなんでしょうかね。紅葉も進んでといったところで、いよいよ冬が近づいてきたなっていう風な感じがしますね。そして続いて10月の紹介です。こちらは、仙台型三姉妹、仙台、神通中、揃っての、登場ということで、この子3人はみんな、同じ、ね、声優さんっていうこともありましたけど、アニメではね、ちゃんと声分けすごいですよね。それぞれ個性を生かしての演出だったなっていうふうに今思い出されます。先ほどよりももっと秋がね深くなってきたというそういった状況で、周りはもうね
すっかり紅葉がそろそろ終わろうかなという、そんな時期だと思います。ここは鎮守府からの外の風景なのかなっていうふうに思いますのでね、日没、いよいよこれから第3水雷戦隊は野戦の準備に入ろうかと、その打ち合わせも兼ねているのかなっていうふうに、そういうふうに私は勝手に思っていました。さあ、ここからはちょっとまたね、変わったイラストが出てくるので。この川内ちゃんとても好きです。あ、きつねぶどうさん、この仙台ちゃんね、可愛いですよね。あ、そうか。ボイミちゃんは仙台ちゃんって読まないんだから、これはじゃあ直した方がいいな。多分ね、今後また出てくるっていうか発生することになるんで、じゃあちょっと訂正を。ダモン丸のカンコレさん、仙台。いいですね。これで次回からはちゃんと仙台さんと読んでくれると思いますので、よろしくお願いします。あ、ちょっと閉じちゃったな。しまった。飛んでしまった。はい。ちょっと今、フライングしちゃいましたけど、続いて11月の紹介ですね。こちら。ね、これちょっと前回もね、ちょっとお話ししたんですけど、この2015年のカレンダーっていうのは、めくるカレンダーじゃなくて、切って、次の月を見る、そういうカレンダーになっていましたので、ちょっとめくるときにね、私は切らずに途中まで、今の10月までは切ってました。正直ね。でも、このまま切り続けると、何月が何月か分かんなくな、管理の方がね、分かんなくなっちゃうということで、ここでやめました。はい。11月は、このように、私たちの、カンコレやってるプレイヤーには、もうおなじみの、戦艦世紀と空母世紀の、2大ボスが出てきております。まさに圧倒的なね、戦力でいつも阻んでくるんで、もういつもドキッとするんですよね。この2人のどっちかでもね、怪奇の、ボスなのは当たり前で、たまに道中とかもね、出てきたりする時が最近増えてきてるので、対策らしい対策っていうのはほとんど立てることは難しくて、とにかく全力でぶつかっていって、あとは流れでと、今そんな感じの相手です。ビジュアルに関しては、普段、戦闘をしている相手柄なんで、戦闘態勢というよりは、休憩してるような、そんな感じなんだろうとは思うんですけど、
あちらにはね、あちらの事情があろうかと思いますので、常に戦闘しているわけではありませんから、カンコレの鎮守府とはまた違う鎮守府になっているんだろうなというふうには思いますけども、11月は深海生還ということで、はい、紹介になっております。はい、そして、最後12月は、クリスマスモードのヤマトになっております。よく停泊している、船とかですとね、飾りってこう、電光色を、つけたりもして、そういった装飾をイメージしての、イラストですね。普段の服装に上から、サンタの格好をね、付け加えたといった感じなんですけど、左足のに書かれているのは多分メリークリスマスというね、ことで、非常に季節を感じさせる、イラストだと思います。以上、7月から12月の、2015年のカレンダーの紹介とさせていただきました。このヤマトのイラストはね、ゲームに実装されてないので、結構そういうイラスト多かったりするので、結構貴重なんじゃないかというふうに思います。それでは、後半戦に入っていきたいと思いますので、ちょっとね、準備またいたしますので、少々お待ちください。はい、それでは続いて、タウイタウイ白地沖の深部に出撃ということになります。出撃メンバーの方は、劉邦、随伴艦で、しぐれ、ここは固定ですので、今回の出撃の新しく加わっているのは、随邦の海に落つ。最初の方でね、説明もしましたけども、このような、野戦航空隊のね、編成仕様となっております。このままですと夜間攻撃ができないので、夜間作戦航空要員さんも、搭載ということになっております。そして、商法の方もね、同様に、野戦航空要員さんも搭載、夜行も搭載ということで、どうしても上の2人がだいぶ強化されちゃったので、でも、よく神風が言うように、スペックが全てではありません。なので、今日も活躍を期待をして出撃となります。そして最上も、最近はちょっとね、この従順枠というか、ここは編成的には高速戦艦を投入してもね、差し支えないんですけど、軽空母のかかる火力が強いだろうというふうに思いまして、今回は最上をそのまま投入させていこうかと
いう感じになっています。主砲と、好標的、水上戦闘機と、そして野艇の装備になっております。あとスロットルの方にはこちらの降射装置、広角砲ですね。こちらを装備しているので連撃もできるようになっております。はい。シングレは先ほどと同様の装備になっております。そして最後に、雪風海2ですね。この子の装備に関しては、この現地回収されたこの装備が、シナジー効果が強いので、そのまま装備をしております。あとはね、こちらの対空電弾13号回もね、シナジー効果を得ることができるので、積極的に採用していきたいと思って装備しております。この子もスペックがね、本当にもう巡洋艦クラス、ですからね、本当頼りになります。以上6名で、任務攻略、UFO もね、出撃準備もできましたということで、行ってみましょう。タウイタウイ吐き正気、出撃していきます。最初の海域は突破して、そして、ここからは対戦、水艦戦用意ですね。単王陣でいきましょう。よーし。一応ね、ここの潜水艦はエリート以下しか出ない。なので、特段、連動が上がっていれば、対戦装備がなくても問題ないのかなと。追放は、今の形ですと、護衛空母、対戦攻撃がね、非常に強力になっているので、頼りになります。一応ルート的には最短ルートで行けるだろうと思って組んでますけど、どっちに行くかな。空襲マスに行っちゃうのかな。行かなかったですね。ちゃんとBC で IM っていうことでね、行くようには見たんですけど、さて、2戦目、水上戦、行ってみましょう。
こがね、単獣陣で来られるんで、一撃もらうと痛いですからね。さあ行こうか。僕が相手だよ。艦隊追撃戦に移行します。行きます。今日はなかなか当ててきますね。さすがですね。でも、商法航空隊はね、こんなことではね、止まらないですよ。そうです。軽空母、決してね、戦力が小さいからといって火力がないわけではないですからね。はい、鎮痛さんよろしくね。あとは、ボスルートに乗ってると思いますので、このまま進軍をしていきましょう。偵察機も出ました。さあ、敵深海星艦の正規空母との戦いですね。果たして勝利を収めることができるか。単獣陣で戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。思いのほか、定時不利だったのでダメージがね出ておりません。これは野戦にも影響がしますけども、あとは野戦でどこまでいけるか行ってみたいと思います。いやー、最後までちょっとわからない戦いでしたけど、みんなね、ちゃんと攻撃当ててくれましたので、任務の攻略となりました。みんな本当にお疲れ様。古高型従順の2番艦、かくってんだ。よろしく。ね、そしてかこさんね、よろしくという感じですね。最後ね、
やっぱり雪風が最後に残っているというのは安心します。うん。本当に攻撃が単発で外してしまう時もね、あったりするんですけど、この子に関してはかなりね、そういうことが少ないので、そういったこともあって一番下に置いてたんですけど、うん、なんだか夕焼け空が綺麗。もう夕方ですね。今日ももう4時ですね。早いものです。それでは、任務の方がね、完了しましたので、受領の方をしていきたいと思います。新しき翼、海藻航空母艦劉邦を出撃せよ。各白地のね、攻略を勝利で達成ということでしたが、無事に達成することができました。はい。最初の任務選択報酬ですね。高速修復剤と天山12型の鋼、そして応急修理メガネですね。鮭さんありがとうございます。こちらは、今のところ開発ができるけどちょっと手間のかかるこの天山12型の鋼ですね、いただきたいと思います。はい。そして2番目の任務報酬選択可能なものが今回ね、豪華というかね、選ばされるのはなかなか難しいな。招き猫さんありがとうございます。きつねぶどうさんもありがとうございます。ここの選択に関してはまだね、従順や軽順に載せるものがスロットでなければね、この基準を選んでもいいでしょうし、爆戦もなんかこれから強化が入りそうなこともあったりして、鮭さんもありがとうございます。この鈴や妖精でいいのかな。これはもし持ってなければ、今後何かしらの回収で強化される可能性もありますけども、今回は一番右の天山12型回ですね。私の方でも今現在2つ持ってますけども、もう1つあればもう1個ね、空母の搭載機数も増やすことができるので選んでいきたいと思います。鋼材1946、防気サイト2021を、受領していきます。はい、天山12型鋼、こちらはね、私も以前話したような気もするんですけど、この天山12型鋼のね、この妖精さんを私の、シンボルカラーシンボルにして使ってます。はい。いつもね、ツイッターとか出してる顔の子はこの子です。はい、一応紹介をしてみました。はい。そして、前にね、選択報酬でもらうことができたこの子。今、この子をね、劉邦や追放、その他の航空母艦に乗せると、シナジー効果が発生するので、非常に強力になりつつあります。今後は主力になってくれるかなというふうに思いますので、またよろしくね。はい、そして、任務がやっとね、一つ減りました。ほんとね、また月がまたいで任務がまた増えちゃってるんで、また後でね、そこは攻略をしていきたいと思います。さあ、ちゃんとこうやってもらった後には、ちょっと先に補給と修理を。このままだと敵のいい的ね。
ただいまね、ちゃんともらった装備はロックもね、忘れずにしましょう。ちょっとね、この装備はどっちも後ろ側にあるので、最後のページですね。こんな感じでね、この天山12型コーでも火力や雷装、対戦とかね、上がりますからね。ちゃんとロックの方も忘れずにしていきます。はい。これで、準備万全ですね。空母級さんもありがとうございます。ね、UFO からも、お礼の言葉をいただいて、今日の出演機の方はね、これで終了になりますけども、今日が今月5月初めての放送ということで、鎮守府の私の執務室の方も5月、そしてさつきのね、季節ということで、壁紙とか、窓、そして、机、劉邦の後ろにあるこちらのお茶飲みセットもね、これもすべてさつき仕様というふうにしております。8周年ですから、8周年の額はね、飾ったりもしていますけども、今はもうね、春というよりは夏に近づいてきてるので、ちょっと日中の気温の方がね、暑かったりすると、過ごしやすいけど、ちょっと過ごしがたい、ちょっと微妙な季節になっております。またね、こういったところは、時期が来たら、またいろんな家具とか置いたりもして、気分の高揚を図っていきたいなというふうに思っています。おそらく皆さんの鎮守府でもね、いろいろ模様替えをして、いるかと思いますけども、一応当鎮守府ではこんな感じにしております。それでは出撃任務の方はこれで、終了になりましたので、では今日の何の日コーナーやっていこうと思いますので、ちょっと準備いたします。少々お待ちください。はい、それでは用意が整いましたので紹介をさせていただきたいと思います。今日はね、一番最初にちょっと、関連性があるというふうな話をしましたけども、こちらですね。はい。本日5月2日は、世界マグロデーになっております。マグロですね。皆さんもよく食されている、非常にね、タンパクの源の高い有料なお魚ということで、あります。こちらは2016年の平成28年12月の国際総会で制定されまして、翌2017年の平成29年から実施されました。
ちょっと英語の読み方がね、発音が難しいので、ちょっとここは、特に読みませんけども、マグロは現在80カ国以上でね、漁がされてる非常にね、乱獲といったらちょっと言い方あれなんですけども、いろんなところでね、食されているお魚です。インド洋や太平洋、これからも引き続き拡大するであろうというふうに考えられています。また、マグロですか？はい、鮭さん、そうです。今日はマグロです。はい。こちらのマグロは多くの国々がね、食の安全保障、栄養、経済開発や雇用、政府の歳入に至るまで暮らしの文化に非常に影響を与えている大切な資源になっています。ですがね、マグロは数が実は少ないらしいんですね。それよりも需要が高いので、このままですと国際的にまずい、絶滅してしまうということがありまして、こういった記念日を設けることで、そうならないようにね、各国協力しながら資源の重要性を認識していこうというふうに定められた日になっております。で、マグロについてなんですけども、こちらの方はね、よく知っていらっしゃる方は、知っていらっしゃると思うんですけど、マグロはサバ科のマグロ属に分類される甲骨魚類の総称であるですね。マグロすごいんですよね。なかなか温暖で、しかも外洋性があり回遊性のある大型食肉魚で、日本をはじめとする世界各国で重要な食用魚として、いるのは先ほど申し上げた通りなんですけども、全世界の熱帯、温帯海域に広く分布します。種類によって分布域や、生息水域が異なったりとか、海中でのね、口やエラを開いて遊泳し、ここを通り抜ける海水で呼吸をしているんですね。ですから泳ぎを止めてしまうと窒息してしまって命の危険にさらされてしまいます。なのでマグロは止まることが許されません。たとえ寝ている間でも泳ぎ続けると。本当にね、大変な生き物です。寝てても泳いでいるわけですから、寝てるうちに捕まってしまうこともあるということを考えますとね、すごいなと思ってしまいます。マグロ属にはね、いろんな種類があるらしいんですけど、ここはちょっと省かせていただきまして、日本でいうマグロの由来ですね。こちらは目が大きくて黒い魚であることから目が黒い、目黒が、マグロとなった説。また、保存することが困難とされるマグロは常温で時間が経つと真っ黒になることから真っ黒、マグロ、ほんと語呂合わせなんですけど、そういったことが名称の説ですから、もうこれだっていうのはちょっとまだわからないんですけど、でも名前はもうマグロで定着してるので、それはそれで、でちなみにこのマグロの日に関してはまた別の日もねあったりするんですね。記念日とはまた別なんですけども、それはその時またご紹介させていただきたいなと思います。そういう感じでね、今日は、こちら、世界マグロデ
紹介させていただきました。最近マグロ食べてないな。たまに食べてみたいなとも思いますけどもね。マグロといえばやっぱりからし醤油で食べるのがいいんだろうなというふうに私勝手に思っております。皆さんもいろんな食べ方あろうかと思いますけども、貴重なタンパク源であり、大切な資源なので、そういった取り組みもあるということを知っていただければ嬉しいです。ということで、世界マグロデー紹介させていただきました。ということで、今日もね、一通り任務の方は消化することができましたね。きつねぶどうさん、マグロ、リアルに止まるんじゃねえぞな生物。そうですね、きつねぶどうさんの言う通り、止まるんじゃねえぞというね、マグロはまさに止まることを許されないそういう生物なので、鮭さん、団長。でもね、我々はちゃんと睡眠はとってね、止まるときは止まっていかないといけないので、団長もね、きちんと止めるようにしましょう。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。いつも最後の方になりますけども、こんな感じでね、いつも配信させていただいております。少しでもね、いいなと思っていただけましたら、高評価の方と、チャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いいたします。次回は8周年限定カタリナフェスティバルパート1、こちらの方をやっていきます。ちょうどゴールデンウィークということもありますので、次は早めにまたね、用意してお知らせをしていきたいと思います。今日も、皆さん来ていただいてありがとうございます。つつがなく今日もね、任務の方も消化できたし、紹介できることも紹介できたし、万々歳です。それでは最後になりますが、また次回もお会いできることを期待をしまして失礼したいと思います。今日はまたね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。鮭さん、お疲れ様でした。多聞丸のカンコレさん、本日もご視聴ありがとうございました。多聞丸のカンコレさん、次回もよろしくお願いいたします。はい、それでは、失礼いたします。それじゃあ皆さんまたね。失礼いたします。